皆さんこんばんは、テレスノンです。ひまわりです。今日は目を塗りますよ。はーい。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さて始まりました。最初に暗い茶色で、目の上、まぶたとの境目を塗ります。今さ、色じゃなきゃダメとかないでしょ。ただテレスノンが気に入ってるだけみたいな。そうです。何でもいいっちゃ何でもいい。これは目大きいんで塗りやすいですね。まあ、でも大きいということはごまかしが効かないということでもありますね。はみ出してもあんま気にしないで、後で白でまた塗りつぶせばいいんで、気楽にやりましょう。で、できました。これさ、前も違う動画で言ったけどさ、肌とか全部塗り終わった後にやるじゃん、テレスノンって。すごいなと思う。あ、そうで、これは、目の下の部分はピンク色になってるんで、ピンクを塗ります。今の赤とオレンジ出したと思うんだけど、どれぐらいの割合ですか？これ5対5、1対 1?5 対 5? うん。かな。うん。まあ、なんか似たようなピンクがあればそれでもいいんじゃないと思うんだけど、この2色混ぜたのがもうお気に入りなんだよね。ちなみに私はファレフォの 70.944。これが似たような色かなと思って使ってます。似てんだ。似てるけど、ちょっと、もうちょっとね、赤みがある。この色の方が力がある。あるね。わかるわかるわかる。凄みがある。いつものパターン。そのまま唇も塗っちゃう、これで。毎回、だから、だいたい唇この色になってんだよ、実は。そうだね。こいついつも唇同じ色だなってなりがちだ。そう思うなら変えたらどうでしょうか。いや、しっくりくるんだ、これが。だからまあ、これでいいやってなっちゃう。唇全体をこの色にして後で影入れたりします。これも大きいからやりやすいな。ちなみに多分、唇の動画はないと思う。あ、ないか。まあ大したことやってないんだな、きっと。ほい。これは、白目。眼球というのは球体なので、影ができます。それを塗ってます。で、これは本見て、そのままここを暗くしてくださいって言ってるから何も考えないで暗くしてるだけなんですけど、多分まぶたがあることによってできる影なんだと思う。確かにこれ入れると、なんていうのかな、閉まる。多分説得力が出てね。これちょっと今度参考にしようと思うわ。君、散々、なんかわあ、初めて見たみたいな感じだけど。あ、そう。今までもやってたけどな。まあ、いいや。いや、初めて動画になってんの初めてじゃない？あ、そう。まあ、今日からやればいい。これちょっとね、最初勇気いる。まあね。おい、こんなに暗くなっちゃったけど大丈夫なのかってなるけど。まあ、そう思ったら、境界を白混ぜてぼかせけばいいから、まあ、気楽に。まあ、ただ、目の大きさにもいるよね。ああ、目の大きさでもいい。ただ、やっぱ、上手い人の例見てると、ちっちゃいやつでもやってんなって感じはするな。いいから黙ってやれよってことだね。そうだな。生意気なこと言わないで。まあ今回タイトルにあるようにこの目だけです。次の動画が
なんかまつげとか。まつげ塗ったり、ほっぺ赤のところ、眉毛。こんな感じになりましたとさ。そして、黒目の位置を決めます。今回ですね、黒目がね、もうちょっとちっちゃい方が良かったな。今となっては。多分、藤本さん本人が塗ってると思うんだけど、公式のやつはもうちょっと黒目ちっちゃいんだよ。で、こうなんか、睨みつけてるような感じなんだわ。要は人間じゃないからでしょ？いや、そういうこと言ってんじゃなくて、もっと目力がある気がする。そこは、ちょっと、なんていうか、目は難しいよな。これは若干、結構目の位置決めるの、黒目の位置決めるの苦労したな。黒目の位置と今やってるやつじゃなくて、本当中心の話？いや、これを黒目という。あれじゃあ、中心のやつはなんていうの？黒目の中心っていうんじゃない？そうなの？これ黒目って言わなかったらなんて言うのさ。確かに。ということです。これなんでこの紫？青？紫なの？もうなんか全体見て、紫がいいなと思った。ただそれだけだ。あんまりね、毎回目の色結構適当だな。なんかその時あった色みたいな。なんかさ、必ず私黒でやって中で色変えるんだけど。ああ、そう。まあその辺は好みじゃない？そしてこれは紫で塗りつぶした後に明るい紫で内側を明るくするって言えばいいのこれ、そんな感じ。さっき言ってたその黒目の中心部分にまあ別に色乗っちゃってもいいんだけど残すような感じ。交際？確かに交際に当たる部分なんだけど、まだ交際としては色をのせてないね。ただここを明るくなるところってやってるだけで、ちょっとはみ出して水で洗ってるねこれ、それやりつつなんていうか目の周りの気になったところもなんか都度色のせて行ったり来たりする感じですねこれ。さあこれなんだ、さらに明るいところだね。目大きいから頑張ったねこれ。この後もっとおーってなると思う。そうなのか。編集しててほーって思ったから。そうだったのか。それこそ交際やり始めるから。なぜこれはあれだからね、村上慶吾さんにも直接見てもらうものだったからね。あの人の作品目力すごいからね。目力がすごいっていうか、なんか目の説得力が段違いなの。でハイライトとかよく見るとね、白い点打つでしょ我々。それだけじゃないからね。なんていうの、日光に含まれるさまざまな、なんていうの、光の要素みたいなのまで多分書いてると思うんだよな。これがその差なんだろうね。そのマスターでゴールドもらう人とパンピーなのとなんかまあ私の性格なのかもしれないけど
ああ、なんか視点が違うっていうか、そう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 で目はやっぱ一番見られるところかなと思うからね。その作品の世界の何パーセントを作るのか、この小さい範囲が。お、はみ出した。ごまかしてる。これはそうだね、中心の暗くなる場所の範囲を決めてるんで、この大きさでまたイメージ変わるんだよな。ああ変わるね、うん。ちょっとでもずれるとなんか差別用語になっちゃうか。なっちゃうしね。うん。まあそれもあるし、左右合ってないとダメっていうのもあるし、そもそもこの大きさでキャラクターまで変わるみたいな。いやー、ほんと大事だと思う。ほんと難しい。毎回目はほんとうわーってなるよね。で、これ誰もが悩むんだよね、多分ね。して大体何見ても納得いくまでやれしか誰もそれしか言ってくんない。でさ、やり直すじゃん。そう言ってもさ、はみ出したのなんだのっつってさ、やるとさ、なんか目ん玉がボテボテになってくるじゃん。ガタガタっていうかさ、やりすぎると直しすぎると。これ交際書いてますね。交際も頑張ってみましたけども、まだ納得いってません。しかもこれは大きいからかけたみたいな。これがさ、村上慶吾さんのおすすめしてたようにさ、顕微鏡だとまた違ってくるんかな。ちょっと村上慶吾さんのさ、顕微鏡の実際見たじゃん。なんかすんごい不思議じゃない？目の位置とさ、手の位置がめっちゃ離れてるのにさ、その場所になんか手がちゃんとたどり着いてるっていう、なんか変な、不気味な光景だった。まあ、この交際は線がいっぱい引けるほどいいかなと思って、何回も多分これね、今の状態白すぎんだ。で紫に戻したり、でまた白くしたり、何回か繰り返した。で結果情報量が増えればよしみたいな。すごいなと思って見せた。そうか。よくなってきた。こうなりました。これまだ甘いな、これ。これダメだ。まだやることあるわ。これ多分黒目の中心決めてるな。これ最近お気に入りの色なんだよね。黒じゃないのこれ。セピアって言ってね。ほんと黒のちょい手前みたいな色。これいいよ、これ。これね、僕よく使ってるんですよ。AK の人見てますよ、これ。AK だ。これ僕よく使ってますから、これ。見てくれてんのかな？ AK のサヤモデルショーにいたけどね、すごいいろんなお話聞かせてもらって面白かったけど。そう、もうシビリアン・コリンスキーの筆はもう手に入りませんって言われて絶望しました。これ今使ってるやつ。イタチのね、毛があってね。で、かっちり丸くするっていうよりは、ちょっと境界ぼやっとしてる方がいいかなと思いながら色を入れて、まあ、このチューブ系は割といい感じで境界ぼやっとしてくれるからと思うんだよね。イタチの毛ってさ、別にさ AK だけじゃないじゃん。もう他もそうってこと？そう、それは確かね、聞いてて思った。ファレファの筆とかもね、イタチだったはずなんだよな。私の使ってるさ、文政堂だっけ、なんだっけ、まあいいや。これね、これだけだと、なんていうの、交際が、まあ、乱暴に言うとつまらん。色味が、グレージングね、色味が欲しいので、1対1ぐらいでやつだ。1対1ぐらいだったと思うな。これ蛍光塗料だったんです。鮮やかにしたかった。ちょっと
変わったじゃん、で、あと1分ぐらいなんで。もうそんな経ったか。これちょっと複雑な感じにして、この辺にしとくか、みたいな感じで終わったの。ハイライトの天気見てねえのこれ。じゃあ、まとめると、目はひたすらやってやれるしかありません。以上。ってことになる。まだ終わってないね。いや、点。あ、これ点か。これ点だ。先ほど言ったこの点が白一色じゃないんだよな。なかなか色乗らなくてイライラしてるな。あ、これ相当カットしてるよ。この白ね、何回もね、テレスの動画あるんだけどね、の中ってね、切ってる動画とかもあったからね。で、いきなり完成と。ひたすらやって慣れるしかないです。頑張ってください。じゃあ、テレスのでした。何その切り方でいいの？お、分かった。じゃあ、次の動画でお会いしましょう。またねー。